2、3分から入りをします。500ぐらい入れていいと思う。煮立ってきたら15分ほどかけます。まあでもいや、これ半煮えないよね。水を少しかぶるぐらい足します。この豆ですけど、もう本当にこんな感じで潰れます。今年去年取れた分で、今年のささげの種まきをしました。ちょうど梅雨の晴れまで水も少しあるかなと思って、うまい具合に育ったらいいかなと思って午前中ささげを植えてきました。でその植えた残りをもう今日は煮るんじゃろ。煮ようと思います。で以前は茹でて湯こぼしをして苦味とかそういうのを一度捨ててまたやってたんですけど、この頃はどこかの大学の先生がフライパンでいってやると苦味がなくそのまま使えるということで、何回かやってみましたけど苦味がなかったので、今日はそれで、やってみます。もう皆さんもよく知っとってかもしれんけど今日はそれをやります。フライパンに1カップですね。これ200ほどあります。これをフライパンにスイッチを入れて、でこのフライパンの中にからいりをします。入れて2、3分から入りをします。少し焦げ目のつくところがあったりするんですけど大丈夫です。従来は煮こぼしをして湯をね一回茹でて捨ててたんだけど捨てる作業をやってたね。それをしないでもうこうやって2、3分、意外と電子レンジでかけてもいけるんじゃないかっていう気もするけどね。わからないね。まだそれはやってみたことないから、この次またそれをやってみて。まだあるの電子レンジでささげとかそういうのは短くって茹でることができるっていうのをねやってたけど、から入りする、要はその中に火を通してあげれば苦味が取れるってことなんだ。なんで2分？ 2、3分。ああ、ちょっと濡れとるところもある。まあね、梅雨の時期に植えるのもね楽しみよね。これ一粒だけ植えるの？同じ穴に3粒ぐらい入れて、2粒ぐらい入れて1回はねもうカラスが全部食べてねほじくって、それからはもうネットをかけるようにしたんやけどね。今日もうネットかけてくる？もうネットもかけてきた。少し色がこう黒ずんできて変わってきて、もうこれで十分やと思います。これで2、3分経ったらもういいと思います。そんなもん？こんなもん。そして、これからはもう私はいつも圧力鍋がもう大好きで圧力鍋で
確かに色がちょっとツヤがついた。ちょっと黒っぽくなって、でこの中にお水をちょっとだっと入れてくれる？だっと 500cc 500あるけどちょっと入れてみて、もっと、もう少し入れて500ぐらい入れていいと思う。これは圧力ガマの3分の1程度ぐらいにしとかないと。お水をたくさん入れると、やっぱり吹きこぼれたりして危ないし、まあ1カップで400から 500cc ぐらい入れたら、いいと思う。このサイズやったらね。これで一度10分から15分ぐらい。見えるかな、ちょっと待って。2.5 リットルの圧力鍋。これだ3分の1以下やからね、吹きこぼれることはないと思う。これでスイッチかけます。でこれで、煮立ってきたら15分ほどかけます。それで一度煮え具合を確認します。15分経って圧が落ちましたら、中を確認します。まあでもいやこれ半煮えないよね。まだ芯がありますので、でお水がこんな感じ、少し吸水してるっていうか、ちょっと水が少なくなった、少なくなってる。でこれにちょっとお水を足します。よし、これで水を少しかぶるぐらい足します。そしてもう一度かけますが、粒を残したい時はこのまんまで、赤飯炊く時はこのくらいの芯の残り方、芯の残りで、お米ともち米と一緒に炊いたらちょうどいいぐらいになります、芯が。だけど単体で食べる時、これにぜんざいをしたり、それからあんこにしたり、あんこにしたりする時はやっぱりきっちりと煮えてた方がいい時もある。で、私はこれをしっかりと煮てから、冷まして袋に詰めてる。だからあんこにする時はもう汁気がもうないぐらいになるから、汁気のない中に小豆の 30% ぐらいのお砂糖を入れて、もう炊けば、それだけで十分練ればあんこになるし、ぜんざいはお水を足してお砂糖入れればぜんざいになるし、赤飯の時はもう1回で半煮えの時ぐらいがいいけど、これはもう一度やる。あんこにしたりするんで、もう一度火にかけて、しっかりと煮ます。これで10分かけます。沸騰してっていうか圧がかかって10分。圧がかかって10分。すぐにかかると思うけど、追加で10分経ったところです。すげえでかくなった。こういう感じでお水がまあひたひたぐらいになってます。だからまあもう少しお水が少なくてもいいけど、これで粗熱を取って、冷凍したりしとくんよね。でこの豆ですけど、もう本当にこんな感じで潰れます。すごいよく煮えてます。だから赤飯にする時は芯のあるような状態で、で普段ぜんざいにしたり、それからあんこにしたりする時には、この状態にして、煮ておきます。でちょっとスプーンで苦味を確認しろと。確認してあれしたらいいけど、で苦味が取れとるかっていうことね。苦味はないよね普段。いつもやるんやけど、この状態でご飯とおかゆにこれ食えと。これと汁と。汁？汁も一緒に。ちょっと熱いよ。お皿。これを食うのね。お皿。
冷まさんとは苦味がないやろ。あ、うん。苦味がない。なんかこのままでも食えるぐらいの感じだね。うん、そうなんよ。うん。で、便秘にもいいからご飯とうん。一緒におかゆ状態にして食べたりもするけど、うん。まああんこにしておいてもいいし、うんなんかですぐ使うって思ったらもうこのまま味をつけずにうん。冷凍してたらいろんなものにすぐ使える状態で。これはささげやけ、うんあれよね。小豆も同じ。小豆はもっと皮が柔らかいけね。うだけ煮る時間と確認するっていうことは、ん。これは去年の分なんよね。令和2年の分、うん。うん。令和2年かね、うん2年の分だけど、うん。米の保冷庫の中に、う平成の分とかも入ってるけど、うん。まあそっちの方もよく使うんだけど、味もあんま変わらないけど保冷庫の中だから、うんだけどまあ硬さがそれぞれ違ってて、煮る時間とかがね、やっぱりちょっと確認して、うん。しっかりに煮えたりとか、うん。そういうのを確認しながらするには、んやっぱり一応15分で1回止めて、煮え具合を確認して、それから10分するっていう感じだけ。まあ水の量とかも調整せにはいけんけど、やっぱり途中で一回火を止めにはいけんのやろ。そうあのまま煮たら多分焦げとるよね。なんていうんかね、やっぱり年々置くごとに硬くなることがあるから、そのあたりの水加減とかもね、あるけど、まあだいたいまあ普通のやり方で今日やったのが1カップで水500ぐらい入れて、で15分かけて、で 150cc ぐらいで。だけどその年の分だったらもっと短いよね。要はその時間が経つにつれて水分がなくなるから硬くなるわけですよ。そう。だけどこの状態でしてると、すごくあと使えて便利やから、いつもこうしてます。だからこれで粗熱を取ってフリーザーバッグに入れて、平らにしてからよく冷凍してます。はい、出来上がりです。出来上がり。